今回は砂糖不使用で作る自家製あんこの作り方をご紹介します。これまでいくつかあんこの動画をご紹介してきましたが、今回はさらに作りやすく失敗しにくいレシピに改良しました。とても簡単で体に優しいあんこですので、ぜひ最後までお楽しみください。小豆はお好きな量をご用意ください。今回は 200g で作ります。次は小豆を洗っていくんですが、小豆はこの白い芽の部分から水分を吸収しています。この芽の部分は冷たい水に当たるとキュッと締まって水を吸収しづらくなってしまうので、お湯をかけてさっと洗うようにしましょう。水道から出るお湯で大丈夫です。お鍋に小豆の倍量の水を入れて沸かします。沸騰したら小豆を入れて火を消します。先ほどお話ししたように、小豆の白い芽の部分は温度に敏感で、冷たい水に触れると吸水口が閉じ、水を吸収しなくなります。すると、いくら煮ても柔らかくならないという失敗につながってしまう可能性があります。茹でる時間を短縮するために、小豆はあらかじめ水に浸しておきますが、浸すときは水ではなくお湯を使うと失敗なく仕上がります。あとは18時間から24時間ほど小豆にしっかりと吸水させていきます。浸水の時間がなく、すぐに作りたい場合は、この工程を省いても問題ありません。茹で時間は少し長くなりますが、問題なく仕上がります。もし半日も鍋を占領できない場合は、ボウルや丼に熱湯を注いでつけるだけでも大丈夫です。こちらが16時間浸水させたものです。小豆が膨らんでいるのがわかります。浸水していない方と比べるとこんな感じ。手で割れるくらい柔らかくなっています。小豆をつけていた汁ごと一緒に茹でます。茹でるとさらに小豆が膨らむので、水を 300ml 足します。鍋に蓋をして強火で加熱し、沸騰したら火を弱めて30分ほど煮ます。通常小豆を煮るのには60分くらいかかりますが、最初に浸水しておいたので半分の時間で茹で上がるんです。一般的なあんこの作り方は、茹でた小豆をざるにあけ渋切りをします。渋切りをすることで小豆の渋みや苦みがなくなり、すっきりとした旨みのあるあんになります。しかし渋切りをした煮汁は小豆のポリフェノールやサポニンなどの有効成分が含まれています。その栄養素を取りたいので今回は渋切りしません。こんな感じでアクを軽く取り除きます。もし渋みが心配な方はこちらの手順で渋切りをしていただくと安心です。小豆がこのくらい踊る火加減がベスト。途中で水がなくなり、小豆の表面が見えてしまったら水を足してください。30分経ちました。数粒取り出して柔らかくなっているか確認します。力を加えなくても指で簡単に潰れるくらい柔らかくなっていたら OK です。小豆が硬く仕上がってしまう失敗原因の一つでもありますが、この後砂糖などの甘味料を加えると、それ以降は小豆がもう柔らかくならなくなります。つまり甘みを入れる前に
好みの柔らかさまできちんと煮ておくことはとても大事なポイントです。まだ硬かったら10分くらいずつ追加して茹でてください。今回はドライフルーツのデーツで甘みをつけていきます。デーツは黒糖のような甘みを持つドライフルーツです。最近はスーパーで見かけるようになりましたが、売っていない場合もあるので概要欄にリンクを貼っておきます。デーツは砂漠の過酷な条件で育ち、その生命力の強さから生命の木と呼ばれているそうです。デーツは貧血予防に役立つ鉄や銅が含まれるほか、食物繊維を多く含む代表的な野菜、ごぼうより 1.3 倍もの食物繊維が含まれていたりと、とても栄養価の高いドライフルーツです。現代人は特に不足しがちな亜鉛やマグネシウムなども豊富に含まれています。量は小豆の同量の 200g でしっかり甘くなり、甘さ控えめがお好みの方は半分の 100g くらいがちょうど良いかもしれません。デーツがしっかり水分を吸ってくれるので、多少水分が多めでも問題ありません。お好みの硬さより少し緩いくらいのところまで煮詰めます。仕上がった後もデーツが水分を吸うため、煮詰めすぎず少し緩めで止めておくと、冷めた時にちょうど良い硬さになります。今回はデーツを使用しましたが、もちろん他の甘味料で代用していただいても構いません。少し前にみりんあんこの作り方もご紹介していますので、ご興味ある方はこちらもぜひご覧ください。このくらいまで茹でました。小豆はお好みの食感になるように加減しながら潰してください。最後に甘みを引き立たせるための塩を小さじ1/3の1ほど入れます。塩を入れた後だと小豆が締まって潰れにくくなるので、小豆を潰してから塩を入れる方が良いそうです。お好みの保存容器に移し替えます。小豆の皮には血糖値の上昇を抑える食物繊維が含まれているので、体に負担をかけにくい食べ方としては、こさずに粒あんのまま味わうのがポイントです。デーツあんこの完成です。出来上がったあんこは冷蔵保存で1週間から10日ほど日持ちします。冷凍で1ヶ月保存が可能なので、多めに作った時は小分けにして保存しておくのが便利です。まずはそのままでいただきます。優しい甘みで美味しいです。デーツのコクが感じられます。小豆は薬膳で見ると腎臓の薬と言われます。体内の老廃物をきれいにし、血液を浄化、むくみを取ってくれるんです。今回はデーツを加えてあんこにしましたが、甘みは何も加えずゆで小豆でいろいろなお料理に活用するのも良いと思います。こちらのデーツあんこは過去にご紹介したことがあり、その時はレーズンで代用できるかというお問い合わせを多くいただきました。もちろん代用はできますが、レーズンとデーツはそもそも味が違うので同じ味のあんこにはなりません。レーズンで作ると程よい酸味のあるフルーティーな仕上がりになり、こちらもとても美味しくいただけます。あんこはパンやお餅などと合わせるととても美味しいですよね。しかし糖質が高くなってしまいがちなので、タンパク質やカルシウムも取れる簡単なおやつをご紹介します。高野豆腐はぬるま湯に浸して柔らかく戻します。5分くらい経ったら水分をきつく絞っておきましょう。3枚にスライスします。難しい場合は2枚スライスでも問題ありません。2枚スライスだと厚みが出て少しパンに近い仕上がりに。
3枚から4枚スライスはクッキーのようなサクサク食感が楽しめます。トースターでカリッとするまで焼きます。180度5分ほどで焼き上がりました。お好みでバターを塗ります。ヘルシーにしたい場合は省略してください。バターを塗ってから1分ほど焼くとさらにカリッとします。あんこをのせれば完成です。高野豆腐は良質なタンパク質、鉄分、カルシウムを豊富に含む栄養価の高い食品です。コレステロールや中性脂肪が増えるのを防いだり、骨を丈夫にしたり、糖質の代謝を助けたりと、生活習慣病の予防に役立つそうです。間食からも栄養を補えたら嬉しいですよね。簡単なのでぜひ作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。